なるほどね。そう来るわけか。うわー、どうしよう。セーブしといて。そうだな。一粒で二度おいしいショッピングモールか。そのまま学校に座るか。まあ、両方見たいよね。もちろん。それはそうか。体験版だし、両方見たいよね。両方見せるべきなんかな。まあ、両方見せるべきだよな。そうだな。じゃあ、とりあえず、じゃあそうだな。こっちかな。先、昨夜の方やって、で、そうやな。ショッピングモールの2人行こうか。あら、今帰りかしら先生。結構ここら辺はやっぱオーソドックスなアドベンチャーゲームなんだな。そろそろ引き上げようかという遅い時間。なぜかまだ校内にいたらしい昨夜に声をかけられる。なんだ、まだ残ってたのか。少し図書室で調べ物をしていたのよ。図書室？あんなところに今更昨夜に必要な知識があるのか？全てを頭の中に入れておく必要なんてないでしょ。必要になったら調べればいいだけ。珍しい花の名前もその開花時期もね。なるほど。現代小説を書くのに必要なのはその時代の知識だけじゃないというわけだ。そりゃそうだよな。なかなか小説の執筆ってやつも大変だ。ところで今日の仕事はもう終わりなのかしら。非常勤講師さん。いや、そんなことはないぞ。俺でもそれなりに忙しい身分なんだ。これでもな。嘘ね。なんでだよ。確かにこの後に何の用事もないが、ノータイムでカンパされるほど暇そうに見えるとでも言うのか？実際用事はないのでしょ。ちょうどよかったわ。話の続きをしたいと思っていたのよ。さっきは邪魔が入ったし。続き？一体何の？決まってるでしょ。小説の感想よ。まだちゃんと聞き終わっていないもの。行くわよ、画伯。はあ。やれやれ。たった二文字で脅してくるんだから、胴に入ったもんだよな、タグ。安心して。食事代は報酬代わりに払ってあげるから。ここまで生活には困っていないが、まあ食ってから考えるか。あれ、おごってもらうのってダメなんじゃなかったっけ？おごってもらうのってダメじゃなかったっけ？あと、教師と生徒が放課後、そういうなんか店とかに、まあ飲食店とかに2人で行くっていうのは、教師のマニュアル的にどうなんだよ。しかしこんな一社会科教師の意見をなんでそんなに聞きたがるのやら。まあこれだけ秘密主義でやっていることだ。相談できる相手というのもほとんどいないんだろうが。さて、とはいえだ。引っかかったのは昼に話したところくらいなんだがな。昼の話だって文章からではほぼ想像できない部分でかなり重箱の隅をつつくようなものだった。今だけではなくくらいと言ったでしょ。つまりまだ気になることがあるということよ。まあ重箱の隅をつつくのはお互い様か。会話の上げ足とは取らなくていいんだがな。中屋敷のご隠居の正体が、槍奉行って話あっただろう。あれがちょっと気になってな。仕方なくこちらも重箱の隅のさらに隅っこを白状することにした。ありがとう。確かに修正するほどではなかったけれど、話を聞く価値は十分にあったわ。そこまで気が回っていなかったかも。そうか、そいつは結構だ。槍奉行ってのはつまり軍隊の武器を管理する役職だが、後に名誉職扱いになり、最後は役職級もつかなくなった。後で確認するけれど、確か遠方年間までは役僚が支給されていたはずだから。
300年近い江戸幕府の歴史の中、期間によって槍奉行も置かれていた環境が微妙に異なるんだよな。なるほどね。まったく浮世絵師が検視官の真似事をするなんて絵空事みたいな話を書いているっていうのに、そういうところのチェックだけは厳しいのよね。まあ大きな嘘ってのはしっかりとしたリアリティに支えられるものだからな。絵にだってそういうところはあるくらいだからな。時代小説というやつも読むのはあっという間なのに書くのは大変そうなので、存外に面倒なんだなと思う。あら、聞きたいわね、その話。鍋島画伯？しまった。無意識に口から A の話を出しちまったが、昨夜はそこに嬉しそうに食いついてくる。例があるって話で今すぐパッと出てくるような実例はない。適当にごまかそうとするがダメだな。口調に少しうんざりした感じが出てしまった。そう。ま、今はそれでいいけどね。土器を感じたからか、それともからかいたかっただけなのか。小さく笑うと昨夜はすぐに引き下がった。だってこの調子ならいずれ嫌でも話が聞けそうだものね。まあ昨夜がそんなに殊勝なわけがなかったか。ショッピングモール。ない、クソ。なんてこった。よりにもってあれを切らしちまうとは。カラビンを裏虫がに眺め、ひっくり返してみたところで中身が復活するわけもない。耐えきれなくなった俺は覚悟を決め外出することにした。あれはサキ？クリムゾンレーキとブルーグレイ、在庫あるって聞いてたのに、通販で間に合うかな。何の在庫だ？それはもちろん。待て待てか。すごいな。メロンじゃん、メロン。言葉の途中でサキが、なんこれ。獰猛し、それから少し間を置いて飛び跳ねるほどの勢いで3歩ほど後ずさった。見事なバックステップと言いたいところだが、リアクションのタイミングが数拍ずれている。例えるなら、車両に迫られた猫が路上から逃げ出さずにその場でとどまってしまうような感じ。見ていて非常に危なっかしい。あるよねー。わかる。この例えすっげーわかる。今日もあったんだよ。目の前に黒猫がおってさ、道路の真ん中に。おい、マジかよと思ってずーっとね、近づいててさ、なかなか避けんくてさ、ね、本当にもう1メートルぐらいまで行ったところでやっとどいてくれてさ、1メートルぐらいで止まったんよ。そしたらやっと避けてくれてさ、あったね。急に脅かさないでください。脅かさずに喋りかけれる方法ってないんだよな。そんなつもりはなかったが、今後は気をつける。怪我をされても困るからな。そうやって子供扱いして。それより今の話は？なんでもないんです、本当に。何よりも今の時点で先生のお力を借りるわけにはいきませんから。今の時点で何か助けが欲しいのか？違いませんけど、違います。サキが何かをごまかそうとしているのは明らかだが、しかし生徒にもプライバシーというものがある。子供扱い云々ではないが、過干渉は良くない。というか、元より俺は世話焼きじゃない。世話焼きのくせに何を言うたんや。それはそうと、それこそ偶然車にひかれそうになった猫を見かけ、必要以上に、カゴ欲でいいのかなを刺激されただけ。ほとんど反射のような人として必要最低限の善意であり、それ以上の大意はない。私のことよりも
先生こそどうなさったんですか？俺かちょっとあれを切らしちまってな。あれですか？ああ、あれだ。さきがあれという言葉に反応しているのは分かったが、とっさに名前が出てこなくてそう言うしかなかった。大丈夫なんですか、それは。まあ、まだ今のところはな。もっとも禁断症状が出ているのは事実だ。このボケ、始まったな。ボケきれんボケが始まったな。禁断症状？ああ、いや、大げさに聞こえるかもしれないがな。一度覚えると病みつきだ。大人の味ってやつだよ。それは、やめておいた方がいいのでは？健康的な意味でも。それこそ教師を子供扱いするなよ。それに乱用はしていないつもりだ。でも、さっきはまだ何か言いたげだが、ここらが潮時だろう。こちらにもこちらの目的というものがあるし、さっきにも俺に知られたくない事情がある。何をしに来たのかは知らんが、また学校でな。あとくれぐれも交通事故には気をつけろよ。先生。会話を切り上げ店に向かう。やや早足になってしまうのは、やはり体があれを求めているからだろうか。よし、ここだ。俺の目的地は、ここ、カバディコーヒーファームである。名前が示すように、コーヒーを含む食品などの小売店だ。その特色は品揃えの異質さにある。いや、これ一応説明は必要か。結構あるんですよ。そうか。うん。俺結構気になる人やから、これ説明しとかんとな。これカバディって言ってるけど、カルディなわけやねんか。現実世界のね。現実世界のカルディをもじって、カバディコーヒーファームって言っとるわけなんだけど、こういうね、現実世界のものを、もじった名称の付け方ってのは、このエロゲ業界、エロゲっつったら変か。アドベンチャーゲームの業界結構あります。はい。割とそのファンタジー的なものは現実味がないから置いといて、こういう学園ものだったりとか日常系だったりするものってのは、少しリアル感を出すために、こういうね、もじった、ものを作ったり。うん。これも普通にさ、目的地はここ、コーヒーショップだって。ね。コーヒー、コーヒーを含む食品などの小売店だって言えばいいわけやねんか。カバディコーヒーファームである名前が示すようにって文言はいらんわけよ。けど結構そのね、リアル感を出すために、こういう風にね、もじった名前ってのが、用いられることが結構あります。はい。いろんな作品。まあメリットとしては、情景が浮かびやすいってことだよね。ね。芸人がコンビニのコントをやるときにさ、まあセットを置くのも大事だけど、パントマイムでやるときってさ、観客っていうのはそのコンビニを見てね、自分の頭の中で思い描いたコンビニっていうのをやるわけやねんか。セブンイレブンだったり、ファミリーマートやったり、ローソンだったり、人によってはデイリー山崎だったりね、ミニストップだったりとかするわけやねんか。ね、ナチュラルローソンだったりとかさ、ね。そういうふうに、読み手に対して、だから小説の話と一緒。リアリティを出すためにそういう描写って重要だよねって話がまさにこの状態で、メリットとしてそういう風にがあるんだけど、デメリットとしてはどうしても現実の店が、ちらつくから、けどこれは嘘なわけやねんか。うん。ね。そういうことなのよ。だからそれが違和感になって、あくまでもこれは、この世界観のお話だよっていうね、この世界のお話だよってね、この、天見えの世界観のこの架空の世界のお話だよっていう話なのに、こういうねもじった名前が出てくると、カルディではないのにカルディなんだなって出てくるじゃないですか。ね、そうすると急に現実に戻される感じがして、賛否両論は結構あると思います。これに関しては。俺は非です。急に冷めるというか。俺はあんまりよろしくない方です。別に悪いとは言っとらんだけどね。これはもう完全に好みの世界なんで。だからもしも、俺みたいにこういうのが嫌だなっていう人がおったら、まあそういう事情があるんだなっていう、その側面があるよっていうのを理解して、やると、嫌だ嫌いとかいう話にならんからさ。
苦手ですね。になるっていうのがあるからね。ここはちょっと説明しとかんと。多分勘違いする人だったりとか、そういうことを知らずに、なんて言うんだろう。ね。なんて言えばいいのかな。やっちゃうことがね、嫌ったり、食わず嫌いみたいなことになっちゃうこともあるからさ。では行きましょう。喋ってばっかだね。普通のスーパーでは少し手に入りにくい品でも、カバディになら並んでいるかもしれない。ってなると、カルディを想像できるから、あそこに酒っていっぱいあるよね、みたいなことになんねか。成城石井でもいいわけよ。これがカルディじゃなくてもね。そんな希望を抱かせてくれる。知る人ぞ知るようで、しかし今は割と一般的になったチェーン店で、俺は目的の物を見つけ、それを手に取った。これだ。先さっき、ついてきたのか？生が心配で、それで考えたんですけど、どんなに辛い時でもやはりそういうのに頼るのは良くないと思うんです。いや、だがその考えは古いぞ。古いとか新しいとかではなく、私は先生に健康で正しくあってほしいと。そこまで言ったサキが俺の手元を見て固まった。だから達也ってこういう意地悪を仕掛けるキャラではないはずなんよ。言っちゃなんだけど。けど愛系の主人公だからさ、受け身系の主人公ではないから、かといってなんか自分から、しかも仕掛ける振りが弱いからな。それは？なんかここはすごい、なんだろう。なんか違うね、やっぱり。解釈違いなんかな。俺は瓶のラベルを分かりやすいように先に見せてやりながら説明する。マキシコマッコス。塩とニンニクに鷹の爪、昆布、さらに各種アミノ酸をミックスして完成した、最高の旨味スパイスだ。酒でもなかった。これマキシマムの話やね。マキシコマックス。マジシコマックス？いや、マキシコマックスだ。そこは絶対間違えるな。マキシコマックス。危ない。訂正できてよかった。無知とは下に恐ろしいものである。言葉がわからん。これを一振りすれば、どんな安い肉も美味しくなるし、オリーブオイルと混ぜればサラダにも合う。なんなら米も食える。まさに万能調味料と言えるだろう。ボケが弱いのはそこか。で、スパイスっていう、ほら、アル中の描写がありながら、酒を匂わせるわけでも、この粉を匂わせるわけでもなかったやん。その振りが弱いのよ。そういうことか。わかった。なんか芸人のなんかネタの添削みたいで嫌やったな。俺は素人なのに。そういうことか。納得。だが、お前もこういうのは邪道だと思うか？使いすぎれば塩分の取りすぎになることは否めないが。いえ、すみませんでした。私、とんでもない勘違いをしてて。だって、なのにさっきは粉的なものを勘違いしとるわけやねんか？この言動からしてさ。そういうなんか中毒になるものってやっぱ酒とかタバコとか、もちろん薬的なものとかもね、もちろんあるわけだからあれなんだけど、でもそのね、物体液体なのか固体なのか気体なのかっていうそのさ、その振りもなかったねか。なのに、勘違いってのは、ある特定の何かをあってこその勘違いなわけやろ？やばいな。こういうのって良くないな。メーカーに多分イチャモンじゃなかった。メーカーに、なんか文句言われる。でもそう思うんだから仕方ない。分かってくれたか。そうなんだ。マキシコマックスは全て自然由来の成分でできてるんだ。そうじゃなくて、とにかくすみませんでした。
そんなに謝ることでもないと思うが、とはいえ、なんで若干キレ気味なんだ。そうか、俺は肝心なことを忘れていた。これも何かの縁だ。サキ、お前にも一つやろう。俺はマキシコマックスをもう一つ手に取った。不教養というわけだ。教師と特定の生徒でこのような取引は本来許されないが、マキシコマックスファンが増えるのは俺も嬉しいからな。今日のことは秘密だぞ。はい。ありがとうございます。食の細い俺でもこいつさえあれば元気に飯が食える。元気といえばサキが思ったより元気そうでよかった。指導を断る口実とはいえ、俺はこの娘に100万を要求した。その引け目というか罪悪感のようなものが今日のことでほんの少しだけ薄らいだような気がする。偶然でも会えてよかった。なんでもないよ。ショッピングモール。あ、なるほど。これこういうことか。今気づいた。学校っていうこのエリアを選んどって、例えばこれショッピングモールで、イロハとサキの2人と掛け合うんかと思ったら、サキ選ぶか、イロハを選ぶか。これ分かれとるわ。うん。同じショッピングモールじゃなくて、ほら、店名に、場所名にアイコンじゃなくて、人にアイコンだから、分かりにくい。ここ分かりにくい。びっくりした。なるほどね。まあ、じゃあ次は、イロハだ。久しぶりに登場したな。おい。店の前で上半身を倒していて、そのせいでスカートの中が丸見えになっている学生がいる。しかもうちの制服だ。学内ならまだしも、学外での素行。それも女子の下着を注意するのは消費カロリーが大きい。とはいえ見過ごすわけにもいかないだろう。近寄ってみると、学生の正体はイロハだった。あ、しょうがないな。おいイロハ。たっちゃん先生、お休みに偶然会うなんて運命感じちゃうな。休みなんだ今日。偶然と言っても悲しいかな。この街の買い物にそれほど選択肢はない。それはそう。でも声かけてくれて嬉しいな。いや、下着が見えてたから。パンツ見たの？どうだった？かわいいっしょ。こいつ無敵かよ。なるほど、そういう反応か。教師に感想を持てるんじゃない。隠せって話。あんまりえぐいやつは嫌ってこと？デザインの話じゃなく、下着を人目にさらすのは良くないという話だ。でも別にわざとじゃないよ。それにスカートは短い方が可愛いし、下着だって可愛いの履いてるし。俺だって美しいものは好きだ。しかしそういう問題ではない。こちらにも立場というものがある。だが裏を返せば、ギャルにはギャルの矜持があるということでもあり、こういう場合どうしたらいいんだ。自分の立場を押し付けても効果は薄い気がする。そこで一計を案じることにした。こういう振りがあってのマキシコマックスなんだよな。イロハの言いたいこともわかるよ。俺だってたくさんの人に自分の絵を見てもらいたいと思っていたし、おしゃれだってそれと同じだよな。たっちゃん先生。うんうん。そしてイロハ、お前は可愛い。だが今よりもっと可愛くなれるかもしれない。そこで多少恥じらいをプラスするのはどうだろう。さすがたっちゃん先生だね。うまいこと言うな。可愛いは正義だからね。まあ確かに。まあ一理あるよな。うん。パンツ見えても問題ないよっていうプラスのあれはあるけど、かといってなんか全く気にしないっていうのはなんて言うんだろう。下品。下品ではある。いまいちだったか？ともあれ、店の前でもあるし、何よりもイロハには自分を大事にしてほしい。
何？つまりたっちゃん先生はうちの下着を他の人に見られたくないってことだよね。そこまで言うならもう少し気をつけようかな。若干のすれ違いも感じるが、まあ改善するならよし。教育は一日にしてならず。で、たっちゃん先生は何しに来たの？女子高生のパンツを覗きに来たわけじゃないよね。ああ、今日は非番で仕事で見回っていたわけじゃない。というか言い方。教師にだって生活がある。必需品を買いに来ただけだよ。必需品か。いろはの視線が俺の買い物袋に。そこで俺は非常に罰が悪い状態なことに気づいた。買い物袋に入っているのが酒だからだ。こっちは酒なんだな。何買ったの？それはだな。ごめんね。先生にも事情があるよね。うちなんかには言えないような事情が。いや、ただの酒だよ。なんだ、びっくりした。なんだと思ってたんだ。エッチな本でも買ったのかなって。エロ本片手に女子高生の指導をするわけないだろう。俺は何だと思ってるんだ。たっちゃん先生のこと？素敵な先生と思ってる。自虐していたところにこんなまっすぐな目でそんな信頼を寄せられたら、俺はもうどんな顔をしたらいいのかわからない。なんとか話の流れを変えないと。いろはこそ何してたんだ？まあ買い物なんだよな。ここですることって言ったら一つじゃない？新作の物色だよ。言っていろはは先ほどまでかがんで見ていた店のディスプレイに指をさした。そこにあるのは女性ものの紐のような下着だった。かわいいよね。つまり俺は女性用の下着ショップの前で制服の女子、それも自分の教え子と2人、教員の立場で堂々と雑談をしていたのである。後ろ暗いことは一つもないはずなのに、背中には一生分の冷や汗が。たっちゃん先生はどれが好き？いろは、場所を変えよう。それと今日のことは内密に。わかんないけどいいよ。たっちゃん先生とうちの2人の秘密だね。